こんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。今日はお豆腐を使った作り置きレシピを紹介したいと思います。お豆腐は脂質が控えめでカロリーが低いので、ダイエット中の方や健康が気になる方におすすめのレシピになってます。今日は全部で4つのレシピを紹介していきます。まず最初にお豆腐の水切りをします。作り置きをするとき、お豆腐の水分が多いと時間が経つとべしゃっとしてしまったり、気持ちが悪くなってしまう原因になるので、お豆腐はしっかりと水切りをしておくのがおすすめです。こんな風にキッチンペーパーで包んで網を敷いたバットに置きます。網はなければ敷かなくても大丈夫です。ペーパーは薄手のものなら二重にして包むといいです。お豆腐の上に重しをしておくと早く水切りができます。このままだいたい30分から1時間ぐらい置いておきます。ただそんなに待ってられないよっていう時もあるかと思うので、今日はすぐに水切りできる方法も紹介します。まずさっきと同じようにキッチンペーパーでお豆腐を包んで耐熱皿にのせて電子レンジで加熱します。時間は豆腐1丁なら600ワットで3分、半丁なら1分半が目安です。というわけで最初に作るのは豆腐のピリ辛煮込みです。コチュジャンが効いたピリッと辛いお豆腐が食欲そそる美味しさのメニューです。レンジで水切りしたお豆腐はもう一度新しいキッチンペーパーで水気を拭き取ります。そうしたら食べやすい大きさに切ります。あんまり大きすぎると味がちょっと馴染みにくいので、だいたい1.5 センチぐらいの厚さに切るといいです。切ったらフライパンでお豆腐を焼いていきます。ごま油を中火で熱してお豆腐を並べます。お豆腐を焼くことってもしかしたらあんまりしないかもしれないんですが、最初にこうやって焼くことで味がより染み込みやすくなって美味しくなります。あとはよりしっかり水分が抜けるので日持ちが良くなる効果もあります。お豆腐を焼いてる間に野菜を切っていきます。長ネギは斜めに1センチの幅に切ります。もし長ネギがないときは玉ねぎを使ってもいいと思います。豆腐は片面が焼けたらひっくり返して反対側も焼いていきます。次はニラを切ります。ニラは4センチの幅に切っていきます。ニラは茎の部分も食感があって美味しいので、もし苦手じゃなければ全部使うのがおすすめです。そうしてお豆腐がこんな感じで両面焼けたら調味料を加えます。水 100cc、 鶏ガラスープの素小さじ1、醤油大さじ1、みりん大さじ1、コチュジャン小さじ2です。あと今日忘れてしまったんですが、おろし生姜とおろしにんにくも小さじ1/2ずつ加えます。よく混ぜたら長ネギとニラを上にのせます。そして箸で全体的に広げるようにして蓋をして5分煮ます。ちなみに辛いのが苦手な方はコチュジャンの量を少なめにするといいです。野菜がしんなりとしてきたら軽く混ぜて全体に味をなじませます。そして5分経ったら火を止めて最後に白いりごまを振ります。お豆腐でとってもヘルシーなメニューなんですが、コチュジャンの辛みで食べ応えがバッチリで、ダイエット中には特におすすめのメニューになってます。お豆腐だけじゃ物足りないなという方は豚肉を足して作ってもいいかなと思います。ぜひ作ってみてください。
次に作るのはしそっこつくねです。しそを刻んで肉種に混ぜて、さらに外側にもしその葉を巻いたしそたっぷりのつくねです。さっき水切りしておいたこの木綿豆腐を使います。木綿豆腐 200g、 鶏ひき肉 300g、 鶏ガラスープの素小さじ1、片栗粉大さじ1半、そしておろし生姜小さじ1分の1も加えます。ひき肉にお豆腐も一緒に加えることで、時間が経ってもふんわりとした食感でとっても美味しくなります。そしてお豆腐を潰しながらよく混ぜます。ちなみに鶏ひき肉はもも肉や胸肉のひき肉が売ってると思うんですが、どちらのひき肉を使っても大丈夫です。今日は鶏もものひき肉を使ってるんですが、カロリーが気になる方は胸肉のひき肉を使うのがおすすめです。そしたら次はしそを刻みます。しそは今日全部で20枚用意してますが、そのうちの10枚を細かく刻んでいきます。みじん切りみたいにとても細かくしてもいいんですが、今日はしそが入ってる感じが分かりやすいように大きめに刻んでみました。刻んだらボウルに入れて混ぜます。で、つくねの形に丸めていくんですが、その前にフライパンにサラダ油を薄くひいておきます。丸める時に手にくっついて丸めにくい時は油を手に薄くつけておくと丸めやすくなります。今日は全部で10個のつくねを作る予定なので、最初にざっくり10等分に分けておくといいかなと思います。こんな風に丸めたらしそを外側に貼り付けます。しそは上側の半分をくっつけたら折り返して、しそで肉種を挟むようにします。小さいしその場合は上にペタッと貼り付けるだけでもいいかなと思います。そして盛り付ける時に上になる方を下側にしてフライパンに並べていきます。まだフライパンには火はつけないで大丈夫です。全部並べ終わったら火をつけます。今日はちょっと配分を間違えて9個しかできなかったんですけど、もう少し小さめにやれば10個できるはずです。そうしたら中火にかけて片側を焼いていきます。3分ぐらいすると焼き色がつくと思うので、そうしたらひっくり返します。ひっくり返したら蓋をして3分焼きます。つくねやハンバーグって生焼けになるのが心配っていう方も結構多いかなと思うんですが、こうやってフライパンが冷たい状態から焼いて、ひっくり返したら蓋をして焼くことで中までしっかり火が通りやすいです。で、3分経ったら蓋を取り調味料を加えます。醤油大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ1です。砂糖は調味料の中で混ぜ合わせて溶かしてから全体に絡めます。火は少し強めて煮詰めながら、つくねはたまにひっくり返しながら全体に絡めます。この時しそがちょっと剥がれてきやすいので、ひっくり返す時は慎重にやります。このメニューはお豆腐と鶏ひき肉で良質なタンパク質がしっかりと取れるメニューです。豆腐も鶏ひき肉も比較的脂質が少なくてカロリーも控えめなので、カロリーが気になるという方にとってもおすすめのメニューになってます。あと今日はしそもたっぷり使ってるので、ベータカロテンやカルシウムなども豊富です。保存期間は冷蔵で4日が目安になります。次に作るのはお豆腐の生姜焼きです。生姜焼きというと豚肉で作るのが定番かなと思うんですが、豆腐で作ってもとっても美味しいので、ぜひやってみてほしいです。しっかりとお豆腐は水切りしておくのがポイントです。しっかり水切りしておかないと時間が経つとちょっと水っぽくなってしまったり、味が薄くなってしまうことがあります。だいたい1時間以上は水切りしておくといいです。水切りした木綿豆腐は食べやすい大きさに切って、サラダ油を熱したフライパンで焼きます。ちなみにお豆腐はタンパク質だけじゃなくて、イソフラボンやカルシウムなど骨を健康に保つ栄養素も豊富に含んでます。そうしたら生姜を千切りにします。
生姜は皮にも栄養が多く含まれているので、できれば皮付きで使うのがおすすめです。生姜はなるべく細い方が調味料と味がなじみやすくなるので、あんまり太くなりすぎないように切るといいです。お豆腐は片面が焼けたらひっくり返して両面とも焼き色をつけます。しっかり時間をかけて焼くと水分が飛んで味もよく染み込んで美味しくなります。両面しっかり焼けたら調味料を加えます。酒大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ2です。生姜も加えて全体に絡めます。生姜にはジンゲロールという成分が含まれているんですが、加熱することで生姜オールという成分に変化します。この生姜オールは血流を良くして体を温めてくれる効果があります。調味料は煮詰めながら全体に絡めて、これで豆腐の生姜焼きの完成です。盛り付けの時は刻んだ小ネギを散らしたり、レタスやトマトを一緒に添えると彩りも良くなっていいかなと思います。保存期間は冷蔵で4日が目安になります。ぜひ作ってみてください。最後に作るのはお豆腐グラタンです。ホワイトソースの代わりにお豆腐を使ったとってもヘルシーなグラタンです。最初にブロッコリーを切るんですが、洗うときはこんな風にブロッコリーを逆さまに持って水の中で振り洗いすると汚れが取れやすいです。そうしてブロッコリーは小房に切り分けます。ちなみに使う具材は何でも大丈夫です。今日はエビやブロッコリーを使いますが、代わりに例えば鶏肉とかほうれん草とか、あとキャベツなど使ってもいいかなと思います。全部炒めたり茹でたりして火を通してから豆腐ソースとチーズをかけてトースターで焼いていきます。ブロッコリーは切ったら耐熱容器に入れてラップをしてレンジで3分加熱します。ブロッコリーは茹でるよりレンジ加熱の方が栄養素を失いにくいのでおすすめです。玉ねぎは薄切りにします。あと今日はエビを使うんですけど、冷凍のエビの場合は事前に解凍しておきます。ただエビってちょっと値段が高かったりするので、シーフードミックスとかさっきも言った鶏肉など代わりに使うのもおすすめです。しめじは石突きを取ってほぐしておきます。そしてフライパンにサラダ油を熱して具材を炒めます。お好みの具材を使う時もここで一緒に炒めます。炒めて火が通ったら塩コショウを振っておきます。で、普通のグラタン作る時ってここでホワイトソースも用意しなきゃいけないと思うんですが、今日はお豆腐で簡単にできるソースを使います。ボウルに絹ごし豆腐をボウルに入れたら泡立て器でひたすら混ぜていきます。最初は豆腐の形が残ってボソボソの状態だと思うんですが、 2,3 分混ぜ続けるとだんだん滑らかになっていきます。滑らかになったら味噌小さじ2杯を加えてまた混ぜて豆腐ソースが出来上がりです。普通のホワイトソースとはちょっと味は違うかなって思うんですが、ヘルシーにグラタンを食べたいなっていう時にはとってもおすすめなので、ぜひ試してもらえたらなと思います。そうしたら耐熱皿に炒めた具材と豆腐のソースを入れて軽く混ぜたら上にチーズをのせます。そしてトースターで5分ぐらい
チーズに焼き色がつくまで焼きます。これはやっぱり出来たてが一番美味しいんですが、作り置きをするなら冷蔵で2日が保存の目安になります。温め直しはトースターを使って、チーズが焦げそうな時はアルミホイルをかぶせて温めるといいです。最後にドライパセリを振りました。いろんな具材でアレンジして作れるので、よかったらぜひ試してみてください。そんなわけで今日は作り置きもできるお豆腐のヘルシーレシピを紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。